はい、こんにちは。パティシエが教える失敗しないスイーツ、私、医師がお送りします。ご自分でケーキを作ろうと思われる方が必ず通るであろうスポンジ生地について、失敗しないスポンジ生地の作り方を解説していきます。今回はしっとりというよりもしっかりした配合で練習していきます。型紙はケーキ屋さんだとクラフト紙とかザラバン紙を使っているんですけども、ご家庭だとチラシやノートとかの紙でも大丈夫です。帯紙の高さは生地量によっても変わりますが、型紙と同じ高さを目安に切っていきます。底紙は型の縁を目安に切ると底の面よりも大きくなりますので敷きやすくなります。型紙を敷くのは必ず帯紙から敷いていきます。帯紙は重なっている部分が火が入りにくくなるので 2,3 センチ程度で大丈夫です。帯紙が敷けたら底紙を敷きます。底紙は真ん中に置いて内側から外側に向けて型に沿わせていきます。余る部分も横面に沿わせます。それではいよいよ生地を仕込んでいきます。まずは卵だけを攪拌して均一な全卵液にしてから砂糖を加えてすぐに混ぜ合わせます。この時点では泡立てる必要はありません。これを泡立ちやすい状態に温めていきます。湯煎の温度はそこに小さい泡が出てくる80度ぐらい。ここにボウルをつけて、初めはプリッとした液体をサラサラの状態にしていきます。ここで泡立てる必要はありませんが、手を止めるとそこから卵焼きになっていくので、手を止めず混ぜ続けます。温度が上がってくると混ぜている手が軽くなってサラサラの状態になっていきます。その状態になってきたら指をつけて動かしてみて、あったかいなと感じるくらい、目安で言うとお風呂の温度くらいまで温めます。ではここでしっかりと泡立てるためにハンドミキサーに持ち替えます。はい、出た、今日の一言ポイントですね。しっかり立てる、しっかり混ぜる。後で粉などを混ぜるときに誰がやってもいくらかは気泡を消してしまいます。ですがその気泡量をあらかじめたくさん含ませることと消えにくい気泡を立てることというのが重要になります。気泡量がどれだけ入ったかというのはホイッパーから生地を垂らしてみて8の字が書けるまでというのが目安になります。そして消えにくい気泡というのは8の字が書けてから低速で約1分ほど回すことで粗い気泡は弾けて消えてしまって細かい気泡だけ揃って残ることによって消えにくい気泡になります。これで一言ポイントのしっかり立てるはできました。次はしっかり混ぜるですね。慣れないと気泡が消えていくのは怖いですが、それを逆算して泡立てているので大丈夫です。では粉を3回に分けて混ぜていきます。できるだけ一塊にならないように表面に散らばせて粉が見えなくなるまで混ぜるということを繰り返します。ヘラは向こう側から手前に向かってボウルの底に沿わせながら混ぜていきます。ボウルの端から端まで大きく動かすことで混ぜる回数が少なくなります。細かくちょこちょこ混ぜると混ざらない割に気泡は消えやすくなるので大きく動かします。そしてヘラを通していくのはもう混ざってるところではなく粉が見えるところを通していきます。
しっかり混ぜると言ってもどこまで混ぜたらいいのと思われると思います。3回目粉が見えなくなった時っていうのはまだ混ざりきっていません。ここから約10回程度同じように混ぜることで完全に混ざります。目安としては最初マットな感じだった生地にツヤが出てきます。このツヤを目安にしてください。どの生地でもこのツヤはとても重要になります。一言ポイントは粉を混ぜるまでですね。バターを混ぜるときは必要最低限の回数で混ぜていきます。バターはできるだけ熱くします。熱いとバターの分子が運動エネルギーを持つので混ざりやすくなります。そこから生地を持ち上げて溜まっているバターがなければそれで生地の完成ですのですぐに混ぜるのをやめます。では出来上がった生地を型に流し入れます。最後かき集めた生地は気泡が潰れてしまってますので端の方に寄せて少し混ぜておきます。生地を流し入れたら粗い気泡がまたできていますので2回ほどトントンと落とすことで粗い気泡を潰してからオーブンに入れていきます。焼き上がりは真ん中に串を刺して生の生地がついてこないとか最高潮に膨らんだ生地が少し小さくなった頃というのが目安になります。はい、焼き上がりました。焼き上がった生地はすぐに2、30センチぐらいの高さから数回落とします。これで冷めていく時の縮みが少なくなります。さあどうでしたかね。難しかったですか？できますできます。一言ポイント、しっかり立てる、しっかり混ぜるということでもありましたけども、気泡は消えますけどもそのためにあらかじめしっかりと泡立てることが重要ということですね。なかなか動画にするとまだまだ言い尽くせない部分がたくさんありますけども、またこんな感じの動画をアップしていきますのでチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。